今回はこちら立体的なマスクを紹介したいと思います。こちらはユニクロの L サイズのマスクです。重ねてみるとほぼ同じぐらいの大きさに仕上がりました。立体的なマスクを編みたい方は参考にしてみてください。簡単に編み方を紹介したいと思います。左から細編み、中長編み、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 中長編み、細編みとなっています。中間に長編みを入れることで立体的になっています。すべて8目ずつで分散しています。作り目は56目です。ここの色がついた部分だけ長々編みになっています。花が当たる部分なので高さを出したいので立体的に仕上げてみました。それでは早速作っていきたいと思います。使用する糸は中細ぐらいです。針は3号を使っていきます。まずは鎖編みで作り目を56目編んでいきます。56目鎖編みを編んだところです。次は細編みなので立ち上がりの鎖編みを1目編みます。次の目を拾いますが表目の1本だけを拾うようにします。細編みは針に糸をかけて1回引き抜き、もう1回引き抜きます。これを8目編みます。3、4、5、6、7、8。次は中長編みです。中長編みは針に糸をかけて同じように1本だけ拾います。針に糸をかけ1回引き抜きます。次はこの3本を一度に引き抜きます。これで中長編みです。1、2、3、4、5、6、7、8。同じように8目です。次は長編みです。同じように8目編みます。針に糸をかけ1本だけ拾います。同じように1回引き抜き、次は2本引き抜き、さらに2本引き抜きます。2、3、4、5、6、7、8。長編みの場合は
8の3倍です。同じように中長編み細編みで終わります。1234567 8段まで編んだら、この部分を長々編みに変えていきます。全部で18段まで編んでいきます。次はひっくり返します。同じく細編み8目です。立ち上がりの鎖編みを1目編みます。次の部分の糸を2本拾い、細編み8目です。同じように続けて123456788段まで編んでいきます。1段編み終わったところです。123456788、次は中心に長々編みを入れていきます。端は細編み、中長編み、長編みと同じです。次は長々編みを8目編んでいきます。長々編みの場合は糸を2回かけます。1回拾い、2目2目2目です。2回糸をかけて目を拾い、1目2目2目2目です。2回かけて目を拾い、1目2目2目2目と編んでいきます。これを8目編んでいきます。長々編みは12345段編んでください。5段編んだら最初と同じように長編みに変えて編んで終わりです。長々編みを12345段編み終わったところです。長々編みは長編みの部分と比べると高さが出ます。花のカーブに合わせて高さが出るので立体的なマスクになります。18段編み終えたところです。シンプルなマスクがいい方はこれで編み終えてもいいと思います。飾りをつけたい方は縁に飾り編みをつけて可愛くすることもできます。飾り編みは鎖編み1目で立ち上げて、次細編みを編みます。鎖編み3目編みます。次は細編みをしたところに長編みを3目入れていきます。2目開けて細編みです。同じように鎖編み3目、同じ部分に長編みを3目です。2目開けて細編みです。これを縁の部分に編んで飾り編みにしていきます。
上の部分と下の部分と両方飾り編みをすると可愛く仕上がります。端の部分には引き続きマスク紐を編んでいきます。希望の長さになるまで鎖編みで編んでいきます。市販のマスクと比べてマスク紐の長さを決めてみてください。ねじれがないように確認しながら反対側の先に縫い付けます。2段目は裏山を拾っていきます。裏山を拾ったら糸をかけ2本同時引き抜きます。端まで編んだら糸を切って終わりです。立体的なマスクの出来上がりです。こちらがシンプルタイプ、こちらが縁に飾り編みをつけたタイプです。飾り編みを縁につけたので一回り大きくなりました。小さくしたい方は端の一段を抜かして飾り編みを編むと一回り小さくなります。好みの大きさで調節してみてください。